しれっと復活デスクツアーズです。海外のデスクを覗いてみようシリーズ、まずはこれから。開放感のあるオーシャンビューがずるすぎる。絶景のコンドミニアムにセットアップされたデスクはコードもぐちゃぐちゃで、 PC は中身がむき出し、ウイスキーの空き瓶も散らかってるし、だがそれがいい。3点設置されたモニターとラージサイズのモニターライト、そして美しい海が全ての罪を許してくれるのです。大きめのグリーンが一気呵成に視界に飛び込んでくるインパクトセットアップ。モニター背面に大きなグリーンを置くというのも悪くないですよね。よく見るとデスクにもいくつかのミニグリーンが。ちょっと作業するときに邪魔かもしれないけど、なかなかどうしてそれがいい。久々に動画作ってると世の中の全てが許せてくるので不思議です。ギタリストの方のセットアップかな。デスクセットアップというよりルームセットアップ的にかっこいいです。壁掛けするアイテムはオーナーのアイデンティティを最も強烈に示してくれますよね。どんな方が部屋の持ち主なのか想像するのも楽しい。何気にスピーカーもしっかりデスクマウントされています。そしてめっちゃ横長天板のデスクが素敵。2mオーバーじゃないかなこれ。コンパクトなスペースにうまくシャレオツなデスク空間が登場。でっかいデスクじゃなくてもここまでグッドルッキングにできる恒例じゃないかな。シックな壁紙に映えるライトブルーの LED ラインがいいですね。ご自身で撮影した感のあるフォトフレーム群も素敵すぎるやんけ。出ました、お菓子箱を開けたようなモニターセットアップ。実際は複数モニターを並べているのか、はたまたレーザーから出てる謎ノート PC みたいに、もともとこういうモニターなのかは不明。よく見るとアームが見えてるから複数枚の組み合わせなのかな。まあとにかくすごいよ。メインモニターも43インチ以上じゃない？下のモニターが仮にタッチパネルだったとしたら、これかなり色々遊べそう。壁の世界地図ワイヤーオブジェがスタイリッシュ。個人的にはブルーグレーのデスク背面壁紙大好きです。キークローのキーボード、昇降式デスクと、今更びっくりするようなガジェットやアイテムは導入されていないんだけど、ワイヤーオブジェと壁の余白スペースが気持ちを落ち着かせてくれますよね。オーナーさんセンスの勝利。アクアリウムを併設したセットアップ。壁紙とデスクマットをグリーンで色調、デザイン同期させると、こんなにまとまるんだね。水槽の下のサイドボードもまたこれ洒落てる。スピーカーはデスク天板にクランプで設置してるんですね。直置きよりずっとかっこいいから。あとワンチャン可愛いよ、ワンチャン。今日は変態モニターセットアップ祭りです。この方、都合4枚のモニターを L 字デスクにセットアップしています。左下のタブレットを入れると5枚かな。やっぱり特徴的な配置ですね。右上の1枚はモニター周辺をパネルで囲って埋め込み型のように見せているのがいい。L 字デスクはイマジネーション次第で使い方が千差万別だから楽しいんだね。人工グリーンわっさわさのデスク。マジでわっさわさ。日本のデスクオーナーさんにもこれに近い方をかつて見たことあった気がするな。デスクとガジェット類はモノクロームでシックに控えめにまとめている分、本来脇役のはずの壁面が主人公みたい。わっさわさ。壁に消音ボードを貼る人増えてますが、この方のようにデザインを重視して貼り付けてるってのはありですよね。幾何学模様でハニカムに貼り付けられたブラックボード、悪くないです。デスク周りのガジェットがブラックで基本統一されてるから、デスク天板のウォールナットが視覚的に前出しされて、より美しさが際立ってますよね。ちなみにワイはウォールナット信者です。ご覧ください。このクリーンな佇まい。心が洗われる気がするのは、壁紙に美麗な鳥居の姿を採用しているからだけの理由ではないでしょう。ほのかに陰ったグレーホワイトの世界観が MacBook によーくマッチしてますよね。吊り下げ型のフィラメントランプがなんだか優しい。そしてこのグレーのデスクマット。めっちゃでかいです。最近はメインモニターの横に縦置きでサブモニターを置くスタイルも随分定番化してきました。ただこの方は縦型モニターにライトを設置してますね。ちょっと珍しい感じ。ブラック基調のセットアップですが、キーボードのキーキャップだけホワイトにするとなかなかのアクセントになっていい感じです。インテリアショップにワープしたかのような綺麗めセットアップ。いや、ミシンが置いてありますね。女性なのかな？アパレル関係者なのかな？我が強いアイテムがない代わりに、グリーンを埋め、作業しやすい定番のアイテムポジションがクリームカラーの部屋に映えています。ロフト下のセットアップは国内でもよく見るのでこれ参考になりそう。でも海外のロフト下は高さのスペースに余裕がありすぎだわ。この方もかなり横長のシンプルデスクにスピーカーをマウント。かつ、それでもモニター2枚設置する余裕があるのがいいですよね。あとやっぱりデスク背面に窓があるのって視覚に抜け感が出て素敵です。今の季節にぴったりザ・ウィンターデスク。雪山の絶景が背面にあるとモニターよりもそっちばかり眺めてしまいそう。静謐にクリーンにミニマルに整えられたここは精神と時の部屋。孤独で美しいこんなデスク憧れます。窓枠に沿って貼られた LED テープもいい味出してますよね。一転してウォームフルなデスク周り。ポスターボードを見るに海外に多い宇宙好き SF 好きの方かな。ってことは赤いライティングが火星なんかをイメージしたやつだったりして、アームが見えないから壁掛けでしょうか。モニターの浮遊感が目に留まったのでチョイスしました。
背面が美しいチェアナンバーワン、ハーマーのエンボディチェアが映えるデスク。スペース的にはさほど広くないけど、壁掛けシェルフの使い方が上手なので、案外いろんなものを置ける感じになってる。フィラメントランプを左右1機ずつ上から吊り下げているのはちょっと新しい感じがしました。レトロなムービーポスターが目を引くセットアップ。アイアンマンにペニーワイズ、ヨーダのグッズからコアなムービーファンのお人柄が見えてきますよね。デスクポジションは割と低めの天井スペースを活用している感じもします。正面に PC、右手にテレビってのも最近よく見るセットアップです。正面左右がガラス張りの大絶景な絵になるデスク。小高い場所から見下ろす角度になっているのも最高ですね。建物の外観を拝見したくなります。マーブルっぽいデスク天板も珍しくてかっこいいし、無駄を一切省いたミニマルクリーンな布陣には心を打ち抜かれてしまいます。これまた外ばっかり眺めちゃいそうになる最強の窓際デスクだわ。なんか藤の花やら蝶の標本やらがガンガンディスプレイされていて強烈だなと思ったら、鬼滅の刃胡蝶忍のファンの方だったんですね。納得しちゃいました。海外のお宅は特定キャラにがっつり寄ったデスクを作る方が時々いますが、この全力で振り切るスタイルは大好きです。あとデスク天板が異常に分厚くて辞書みたいなんだけど、これ DIY なのかな。打って変わってこちらはめちゃくちゃクリーンでシンプルなセットアップ。 PC ケースに縦格子のウッドが施されていて、デスク天板、キーボードレストと調和しているのが素敵。住友林業のモデルルームみたいな。でもちろん普通に褒めてます。それと壁マウントのモニター、やっぱいいっすよね。かなり高い壁のポジションに4枚連ねて備え付けられた有効ボードが目を引きました。これだけあれば見せる収納のボリュームとしては申し分ないですよね。安価で誰でも真似できるいい施策。モニターは4枚横揃いでちょっと首が忙しくなりそう。ヘッドホンマニアのデスクでしょうかね。普段はこれらヘッドホンをどうやって収納しているのかがちょっと気になります。コンパクトスペースに縦2枚のモニター。さすがにこのスペースだとグリーンを置く場所がスピーカーの上しかなかったのかな。カーテンの先の景色もどうなってるのか少しだけ気になりました。モノクロームプラスナチュラルウッドという私の大好物な異文化交流的配合。オールナチュラルやオールシックよりも一段上級な感じがしますよね。スピーカーのライトなウッドカラーに惚れました。デスク天板カラーとスピーカーのカラーを統一させると一体感が出て素敵なので、ぜひお試しあれ。ちなみに私も同じやり方をしています。この1枚板天板は高そうだぞ。しっかり昇降式デスクに組み上げられていますね。広い天板スペースに余計なものをほとんど置かないというこの贅沢さ、羨ましい。なんか肉厚ふわふわ感のあるマッサージチェアみたいな椅子がこの天板に妙に似合う。孫の手とか置いたらおばあちゃんちの今みたいに見えんな。でもそれがいい。そうそう、ブラックベースにダークグリーンって映えると思いませんか。こちらオーナーさんもその辺熟知している感じかもな。海外デスクでよく見るモニター台はその下のスペースを有効活用できていいですよね。アンプとか置いてる人よく見るけど、この人のデバイスは何だろう。ルーター？ちょっと不明です。かなり高層のマンションみたいですね。左手の猛烈にぶっとい柱が気になります。スペースは取りそうですが、キューブスタイルの PC ケースって結構かっこいいなと思いました。基本シックなデスクスタイルはちょっとお高めなマンションなどのモダンの部屋にはベストマッチしますよね。 PC の上の白いオブジェは確か磁力で宙に浮くやつですよね。上下2枚のモニターだけど上は壁掛けのテレビですね。よく見たら全部ホワイトのスピーカーが4台壁掛けされてる。こういうのでいいんだよ。惚れる。個人的に気になったのはデスク背面にある背が低くて奥行きがなく黒い横長のせり出した箇所。これどういう意図なんでしょうかね。ディスプレイスペースなのかな。いいですね。文句のつけようがない教科書通りのスタイルであるんだけど、3枚の背面ポスターパネルで個性も出せるというね。我々でも割と低コストで気軽にトレースできるセットアップだと思います。ただよく見たらデスク天板は結構でかいですね。これまた2メートル超えるんじゃないかな。贅沢に使えるデスクスペースが嬉しいです。最後は L 字セットアップのこのデスク。なんとエンボディチェアの2台持ち。兄弟のデスクなのか、それとも一人でこの贅沢スペースを占有しているのか、なんとも羨ましい限りです。アームで一眼レフカメラの固定設置がされているので、片方は撮影用なのかもしれませんね。あと普通壁紙のレンガは安っぽくなりがちで結構怖いんだけど、こちらは結構リアルで質感が高いんですよね。素晴らしい。と駆け足で海外のデスクセットアップ事例を30件引用しながらご紹介しました。今回ご紹介した中に皆さんの好きなデスクなどありましたら、ぜひコメント欄でどのデスクが気に入ったかを教えてください。それに近い路線のデスクを次回また探してきてこちらでご紹介しようと思います。チャンネル登録はお任せしますが、よかったらぜひもう一つ動画をご視聴していってくださいませ。今後ともよろしくお願いします。